ぐらぐら揺れながら離陸しています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は人力発電飛行機を作ってみようと思います。発電力の高い人力発電機を作って飛行機をいい感じに飛ばせるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは人力発電機からですね。効率よく発電したいので、以前作った人力高速ボートをベースにしましょう。地面に固定したら、回転する部分に発電用のモーターをつけました。発電がわかりやすいように、LED も取り付けたら、早速乗って回してみると、ぴょんぴょん跳ねて、まともに回せていませんね。屋根を取ってしまったせいだと思うので、屋根を付け直して、もう一度乗ってみると、しっかり発電して、LED が輝いています。でも、どれだけ発電しているのか、これだけではわからないので、プロペラを取り付けて、回転数を測ることで、出力を確認しましょう。輸送用飛行機についていた二重反転プロペラを取り付けて、回し車を回してみると、スムーズに回りません。おそらく、プロペラが地面に干渉しないように、操縦席と一緒に、斜め上に傾けたことで、回し車を回しづらくなっているみたいです。なので、操縦席だけを、地面と水平になるように付け直しましょう。この状態で乗ってみると、いい感じの速度でプロペラが回転してくれています。でも手元とプロペラが離れすぎて回転数がわからないので、回転数測定用のパーツを追加して測ってみましょう。すると多少の乱れはありますが、最大速度は 80rpm くらいでした。ではここで、この回転数がバッテリー何本分なのか確認しておきましょう。飛行機はバッテリー3本分くらいの出力があれば飛ぶことができますが、一体どれくらいなんでしょうか。まずは1本から試してみると、45rpm でした。さらにもう1本。2本だとどうでしょうか。なるほど。62rpm。17rpm 増えました。3本に増やすと 73rpm。さらにもう1本。4本にすると 82rpm。そして5本にすると 89rpm です。つまり、この発電機の出力は、バッテリー4本分くらいということですね。十分飛べる出力だということが分かったので、空を飛ぶための主翼と、地面を滑走するためのタイヤ、方向を安定させるための垂直尾翼を取り付けました。翼は輸送用飛行機から流用しています。早速飛ぶか試してみると、ぐらぐら揺れながら前に進んで離陸してくれました。バランスも良かったみたいなので、ぐんぐん前に進んでいきます。でも、回転数測定用の部品を外すのを忘れていたので、それが途中で壊れてぶつかって、急に動きが止まりました。そして、操縦席の作りが水平移動しかしない高速ボートのものと同じなので、上昇や下降のために傾けると、窮屈な箱型の操縦席が体にぶつかって思うように移動することができません。改良が必要ですね。ちなみに飛んでいる時のプロペラの回転数は 113rpm くらいでした。
これだけ回れば余裕ですね。ではここからもっとちゃんと止めるように改良していきましょう。余計なパーツを外して壊れにくくした後、操縦席も飛行機用に改良して多少前後に傾いても体に干渉しないように高さを低くしました。屋根の位置も調整できるようにしたので、アバターに合わせましょう。よし。これならちゃんと飛んでくれそうなので、もう一度乗ってみると、離陸は問題ありません。でも、傾けたとき、屋根の部分が頭に引っかかって、うまく傾けられなくなります。そのせいで、一旦傾けたら、その方向に進み続けてしまいました。傾けても屋根が引っかからないように、さらに改良しましょう。傾きすぎないように、操縦席を少し上にして、屋根の部分を山形にすることで、傾いても引っかからないようにしました。これならどうでしょうか。もう一度試してみると、ぐらぐら揺れながら離陸しています。多少上に傾けても、屋根が引っかかることなく、上昇してくれてますね。そのまま進み続けて、高度を上げることで、空中遺跡の上まで移動することができました。でも、ヘリコプターと違って、下にタイヤがあって、滑りやすいので、注意しましょう。そのまま戻ってこようとして、空中遺跡の端にぶつかって、壊れてしまいました。そういうこともあるので、注意しましょう。今度はカメラを固定して、旋回能力を見てみましょう。回し車を回しながらだと、うまく旋回できないので、旋回するときは、足を止めることで、それなりの旋回半径で、旋回することができました。十分実用範囲ですね。出力のオンオフも簡単で、着陸もしやすいです。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。回し車を回すと、部品の切れ目が足に当たるせいか、ぴょんぴょん跳ねてしまいますが、屋根があるおかげで、跳ねる体を押さえつけて、効率よく回し車を回して、発電してくれています。そして、飛行速度の方は、だいたい秒速12メートルくらいでした。人力でこれくらいスピードがあれば、十分ですね。そのまましばらく飛び続けて、空中遺跡に到着です。でも滑ってしまって、機体だけが落ちてしまいました。固定用の棒などを用意しておいた方が良さそうです。それでは最後は、人力発電飛行機に乗って、行けるところまで行ってみましょう。後ろから見下ろす視点にして、かなり長い間飛び続けていますが、上空をまっすぐ普通に飛んでいる限り、壊れる気配はないので、無限に飛行を続けることができそうです。現実世界なら、疲れて飛べなくなりますが、この世界のプレイヤーのスタミナは、無尽蔵だからですね。積載量はいくそうですが、バッテリーも使わず、移動速度も速いので、なかなか実用的な乗り物になったんじゃないでしょうか。かなり遠くまで来たので、この辺りをゴールとして着陸しましょう。それでは、回し車を回しすぎて、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、人力発電飛行機さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。
今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、